2020年12月22日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。12月22日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにペンタクルの7が2回連続で出てるんですけれども、今回2枚出てるんですね。ペンタクルの7というと、この絵にも表れてますけれども、目標を途中で諦めるとか、方向性を見失いかけている。最初はこれを作ろうと思って作っていたけれども、作っているうちに何を作ろうとしているのかがわからなくなっているっていうような状態を指すんですが、今回これが2枚出ているっていうのと、あと前回からのリーディングの流れ、そしてこの他のカードの組み合わせから見ると、何か途中で諦めかけるとか、そういったことよりは、横やりは入ると思うんですね。あと自分の中での葛藤とか。でもそれがきっかけになって、新しい道が開けていく。ネガティブなこともポジティブに変えていく時になると思います。このペンタクルの7には中国のことわざが書かれてるんですけれども、忍耐と歳月で桑の葉が絹のドレスになる。まさにこの忍耐と歳月が必要なことに取り組んでいる。それは人によって違うと思うんですけれども、仕事だったり趣味だったり、勉強だったり、もしくは人間関係。でも、それが忍耐と歳月を伴うことっていうことは、人生をかけているようなことだと思うんですね。それぐらい大きなことだからこそ、途中で諦めようかなって思ってしまったり、途中で方向性を見失いかけたりする。水亀座さんの何回か前のリーディングで、その乗り越えるべき課題っていうものが、今まで山のようなものだったのが、丘のように小さくて、すぐに乗り越えられる複数の課題に変わっていくっていうテーマだった時があったんですけれども、まさにこの時も何か障害が目の前に現れてきたとしても、目の前が真っ暗になるような山とかではなくって、丘のようにすぐに乗り越えられる障害、とても大きな課題に取り組んでいる方いらっしゃると思うんですけれども、それまでに何か目標を細分化していったりとか、自分なりに消化できていて、それで方向性を見失いかけていたとしても、違う方の丘を見つけて、それでそちらに取り組んでいるうちに、新しい道が開けてくる。この目標っていうのは、これからも忍耐と歳月がかかることでもあるんですけれども、何かそういう課題を少しずつ乗り越えていくとか、問題をクリアにしていくっ
っていうことで、今までの忍耐と歳月の結果が現れてくるんじゃないかなって思います。そういう手応えがあるからこそ、この新しい道が開けてくる。そしてこちらにターキーのカードも出ておりますが、この時、その自分の価値観であなたがしていることっていうのをあれこれ言ってくるような人が現れてくるんじゃないかなって思いました。この中国のことわざで言うと、この絹の糸を紡いだだけで十分じゃないですかって言ってくるような人、そこからまた努力して自分で絹のドレスを作ろうとするなんて信じられないって言ってくるような人ですね。でも、絹の糸から布を織って、そこからドレスを作るっていうのが、このクリエイティビティの本領発揮の時になってきますので、そこを諦めさせようとするような、そのクリエイティビティの本領を発揮するっていうのを、時間もかかるし、労力もかかるしって言って、あなたにさせようとしないような人たち。でもここまで来ると、そういう人たちの意見に左右されないんじゃないかなっていうふうにも思えます。そういう価値観の人もいるよねっていうぐらいに聞き流せるような感じですね。なので、この時一番の敵は、この愚かな行為をしてくるのが自分自身。その愚かな行為というのは、途中で諦めるっていう愚かな行為。これだけ努力もしてきて、そして新しい道も開けてきている時に、どうしてこういう諦めるモードになってしまいがちなのかっていうと、天候のせいもあると思うんですね。ちょうど1年で一番暗い時期になってきますので、こちらにアポロンの自然と共に生きるっていうカードも出てますが、この時は意識して太陽の光を浴びるっていうことをしてください。それは自分が鬱っぽいなって思ってる人はもちろんなんですけれども、そうじゃない人も、この太陽のエネルギーを自分のエネルギーに変えていく。そういうイメージで日の光を十分に浴びる。例えば会社勤めをしている方でしたら、お仕事が終わって外出ると真っ暗だと思うんですね。なので、朝の時間、もしくはお昼の時間、なるべく外出して日の光を浴びる。それは朝の通勤時間になるべく日の光を浴びれるように歩く時間を長くするっていうのもとてもおすすめだと思います。そしてこの途中で諦めそうになりながらもいろんな障害を乗り越えて、この時2021年のためのこの新しい道を開いていく時になってくると思うんですけれども、前回も2021年の新しい目標っていうのがテーマだったんですが、この時具体的に見えてくるんじゃないかなって思います。この目標っていうのが、この挫折しかかっているあなたを救い出してくれる。このカードが指し示すように、まさに道が開けていくんですけれども、この道は自動的に開かれるっていうよりも、2021年の新しい目標っていうものが見つかると同時に自分で切り開いていくような道なんですね。このメッセージにもあるように、誰かに従うんじゃなくて、自分で新たな道を切り開いていく。例えばこの途中で諦めそうになっているっていうのは、その行き詰まりっていうのは、それまでは何か目標とする人がいたりとか、誰か見本になるような人がいて、その見本に従いながら、ここまでたどり着いたっていう方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、でもここからは誰かに習うとか、誰かに従うんじゃなくって、自分自身が切り開いていく。そしてこの道は、この新しい機会と可能性が開かれている道につながっている。そしてここにリーダーになるって書かれてますけれども、
例えば今まで一人で活動されていて、それがこの行き詰まりにつながっていたっていう方いらっしゃいましたら、この新しい道では仲間ができてくるんだと思います。こちらにワンドの4が出てますけれども、この新しい道が開かれていくと同時に人脈が広がっていく。このアポロンのカードには自然と共に生きる、この共に生きるって書かれてますけれども、一人じゃないんですね。何か仲間が現れてくる。同じ目標、もしくは方向性が同じ人が現れてくる。それがこのチャンスだったり可能性ともつながってくると思います。例えばこの1たす1が2になるんじゃなくて4になるくらいの、一緒に活動することでよりエネルギーが相乗効果を得ていくような、そういう仲間、そういう人脈が広がっていくときですので、この2021年の新しい目標っていうのが、この新しく切り開いていく道っていうのが、ご自身のためだけじゃなくって、周りの人のためにもなる。ご自身の人生を変えていくだけじゃなくって、周りの人の人生も変えていくような、そういうとても大きな目標になっていくんじゃないかなって思いました。この時は、この途中で諦めないっていうのが最大のテーマになるかなって思うんですけれども、この諦めさせるような出来事っていうのが、逆にあなたのやる気に火をつけていくっていう風にも受け取れますし、このちょっとした丘のようにすぐに越えられるけれどもっていうような障害が現れてくることによって、2021年の新しい目標っていうものが具体的になってこの道が開けていくとか、そういう受け取り方によってはとてもネガティブなことが、あなたがそれを受け止めて経験していくことで、2021年のためのエネルギーになっていく。この時は、いろんな横槍を入れてくるような人も現れてくると思うんですけれども、それよりも最大の敵は自分自身って思いますので、太陽の光を十分に浴びていただいて、自分自身にエネルギーを与えて、途中で諦めないこと。何でもそうなんですけれども、何かを叶えた人っていうのは諦めなかった人なんですね。諦めた時点で何も叶わない。なので、何かを実現していく、何かを成し遂げていくためには、この諦めないことっていうのが重要っていうのを、この時身をもって学ぶんじゃないかなって思いました。それでは12月22日から31日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。